はい。では、やっていきましょう。汎用ネシャ姫第48話、とわに続く未来を読み解く。と言ってもですね、大体の問題は前回47話で解決しており、今回最終回はその後どうなったかっていうのがメインの回でございましたけども、話したいところ、たくさんあったかなというところです。まずはモロハから見ていきますと、イニアシャと共闘し、氷の幼獣、運ウェイとね、戦っていたんですが、これはモロハの残ったね、借金返済のために、イニアシャが妖怪退治を手伝ってくれておりましたよと。この先行カットにもあったカゴメさんが怒っていたシーンなんだけど、これはモロハが借金あると聞かされて、怒っていたというよりはもう驚き、そもそも訳ありのね、借金ではありましたので、早く返してあげないととか、苦労させてごめんね、モロハっていう思いが強かったかなというところです。で、あと、さすが最終回、綺麗にですね、その運営との戦い、描かれておりまして、そして、その借金返済後はですね、珍しく十兵衛さんの笑顔も見れてね、いいところがいっぱいね、あるシーンでございました。続いて、リンさんが仕立ててくれた着物をもらっている刹那とはなんだけど、ほんとここさ、母というか友達姉妹のようにね、錯覚してしまいます。実際時代樹に封じ込められておりましたので、身体的な年齢では、リンと刹那とはそんな変わないよね。そしてここで重要なのが、父摂政丸の気持ちについて、みんなで考える場面があるんですが、いろいろね、これまで危険な目に遭っておりましたので、もっと助けてくれたらよかったんではないかと、トワさんはね、疑問に抱いていたんですが、それに対して刹那は、全ては5億の試し。ただでさえ厳しい戦国の世を、さらに困難のある汎用が生き抜くことができるかどうかを試していたんではないかと答えておりました。けど、そんな話をしているところに合流したモロハさんはですね、いや、そんな複雑な話ではなく、ただ娘たちに強く育ってほしいがゆえの修練。そして娘たちならば乗り越えられるであろうという、摂政丸様なりの不器用な愛の形だったんではと話してまして、これはね、そうなんだろうね。で、塩丸様はね、その犬の一族としての力にすごいね、誇りを持っておりましたし、で、自身の力でね、困難を乗り越えてきておりましたから、純粋にね、強くなってほしいという思いがまずあったんではないかと思われます。で、あとやっぱ実際とは刹那も一時的に死んでしまったりしましたが、結果的にはこの5億の試しを乗り越え強くなったのを、リンさん曰く、摂政丸様も安心しているとおっしゃっておりました。そして、ヤシャ姫でもう一つ重要な話といえば、この時モロハから聞かれた奇妙な男からの依頼ですわな。この男っていうのが謎の青年、カイと名乗っておりましたが、死んだはずのリクさんでしたね。何なんだろうね、カイってね。で、なんでこれリクが生きてるのかって話を、ちょっと自分なりにですが、まとめていきますと、キリン丸、キリン、オサムとの戦いの直後に、リクの角を、墓に埋めたんだけども、そこからおそらく、それなりに時が流れて、少なくとも、リンがとは刹那の着物を仕立てるぐらいには、時間経過の後に、リオンとキリン丸のコンとハクのおかげで復活することができたそうです。で、これはトワさんとね、一緒の話ですね。で、その後、西国に渡り、船乗りとかしてたのかな。で、そしたら妖怪がいろいろ増えていましたとで、今この世で最も頼りとなるヤシャ姫たちを、頼ってきた。そもそもですね、リクさんとはことを愛しているわけですから、会いたい気持ちもね、大いにあったことでしょう。でもそのリクっていうのはキリン、オサムとの戦いで、とわと根性の別れをしている手前ですな。恥ずかしかったのか変装して会いに行ったんだけども、みんなにバレバレでしたね。これ、十兵衛さんとか、刹那モロハもこの空気を読んでね、屍屋から出て行っておりましたし、とわもとわでね、強めの壁ドン。生きてくれて嬉しい気持ちもあったでしょうが、何を変装しているんだよと。生きているなら早く顔出せよとね、いう気持ちもあったかなと思います。そして、リクからの依頼っていうのが、イオの国の妖怪大使だったんだけど、これは問題なく、親玉も倒せたところまで描かれておりました。そして、少しね、時間軸イオの国に行く前に戻りまして、翡翠なんだけどさ、最後、すごいその刹那好きだね感をね、出して終わっていきましたね。漫画版とかでは、今回の話ぐらいね、わかりやすく、刹那好きなんだろうなーって描写がね、ちょこちょこされていたんですが、アニメではね、そこまでそんな素振りないのかなと。やっぱこれもアニメ漫画違う部分なのかなとか思っていましたが、その強くなった、さらに強くなろうとしている刹那に追いつくために、翡翠もですね、修練を積もうと頑張っていく姿はですね、なかなか青春を感じるところです。次に、現代の話なんだけど、キリン・オサムがいた時には、亡くなっていたはずの思考の玉の伝承と、井戸が元通りになってました。これは、キリン・オサムが異物としていることが、伝承と井戸の消失に、影響しているようなことをね、自分で言っていたので、そのキリン・オサムが空間を破ったり、妖霊星を持っていったりはしたけど、戦国時代に帰ってはいったんで、元に戻ったのかなとか
思ってますが、これもあんまりね、回答が出ていないので、改めてね、考えることができるとこです。そして、日暮し家のみんななんだけど、悲しかったと思うんですよ。10年家族として暮らしていたとは、せっかく間、親戚である刹那、モロハともね、落ち着く暇もなく戦国時代へと行ってしまったんですからね。寂しい思いでしょう。けども、ヤシャ姫たちにはなすべきことがね、あったよっていうのと、彼女たちならば、何があっても大丈夫だと信頼しているのがね、伝わる場面でした。そして、最後は時代樹の精霊なんだけど、その時代樹の精霊はね、ヤシャ姫たちなら必ずやり遂げると思っていたと。そして、殺生丸に感謝を述べて、光になっていきましたね。だから本当にただ世界を守るために動いていたのかなと思われるんですが、それにしてはちょっとわかんない行動もね、あったんではないかとか考えちゃうけども、時代樹についてもですね、今度改めて、考察の余地があるかなと。今回そんなんばっかりですけども。で、あと、この最終回でその消える前にヤシャ姫たちに語ったり、ワンチャン最終回じゃなくても、桔梗とゆかりのある人物とね、時代樹の精霊あったりするかなとか思っていたんですが、結局その殺生丸一家とモロハだけとしかね、会話していなかったのは、ちょっと残念な気もありますが、それもまた良しというところでね、今回は汎用のヤシャ姫第48話、とわに続く未来のね、とりあえずの話でした。